ハロー、エブリワン。見てください、この大根。美味しそうでしょう。今日は私が作った大根を収穫してたくあん作りをしたいと思います。それでは早速収穫始めていきましょう。レッツビギン。そう、見てください、この大根。結構葉っぱもいい感じですよね。2回でしたかね、消毒したのは。消毒はしてあるんですが、大根を作っています。この大根でたくあんを作ります。はい、その他も見てください。こんな感じで立派に育ってますよ。ではまず掘ります。はい、こんな感じですね。ちょうどいい感じの大きさですね。こんな感じで、たくあん用の大根です。意外といいですよ、ほら。はい、OK でしょうか。行きましょう。見てください。ここにあるのは柿の皮、それからみかんの皮、りんごの皮があります。そしてここにはくちなしです。くちなしの実を乾かしています。こんなものを材料に混ぜながらたくあんを作っていきます。このものも全部手作りで今準備しているところです。今収穫してきた大根、これから洗っていきます。今こんな感じで、大根を洗ってます。一本一本洗って、最後の大根になりました。見てください。こんな感じです。はい、こんな感じで、大根、たくあん用の大根が出来上がりました。これを干します。干すのはビニールテープで縛って宙吊りにしておきますが、今までの経験上やっぱり3日干しが一番いいかなっていう感じですね。3日、1週間、10日とやったんですが、やはり3日ぐらいがパリパリと美味しい感じですね。すごい歯ごたえの人は、歯ごたえが食べたいっていう人は1週間とか10日とか干した方がいいと思います。私はあまり歯ごたえのあるものじゃない方がいいと思うので、3日ぐらいという感じですね。ぜひ試してみてください。それでは今大根を縛っています。こんな感じで縛ります。干すために縛ってますね。こんな感じで、これで OK です。ピッピッですね。こんな感じで干しました。3日経ったらつけたいと思います。見てください、この葉っぱ。ちょうど3日が過ぎました。3日が過ぎたというところがベストタイミングかなというふうに私の経験上思っています。ちょうどパリパリとした美味しいたくあんができます。3日経過したので、これからたくあん漬けに入りたいと思います。いくつか検討し実施した結果、これが一番いいと思いました。それでは大根を外します。結構重いんですよね。はい、こんな感じで外しました。はい、それでは一番単純な測り方でいきます。まず体重計に乗って体重を測ります。そしてまた私の体重を測ります。はい、じゃあ今大根の葉っぱを切ってます。こんな感じで、この葉っぱもつけるときに使います。隙間を埋めるために使うんですね。とりあえず今葉っぱを切ってます。はい、それにだし用昆布、
このだし用昆布じゃないとダメですね。昨年度は食べる昆布を使いました。同じかなと思ったんですが、残念ながらだし用はだし用です。ぜひだし用の昆布を使ってください。ということで、この昆布を細かく半分ぐらい使います。細かく切ってまず準備します。はい、こんな感じですね。全部細かくやります。この中で。それでこの中にあとぬかですね。ぬかを 10%、今測ったらば大根が 16kg ありました。 16kg に対しての 10%、 それから塩が 4% ですね。この中に全部準備します。はい、こんな感じになりました。これをぬかと混ぜ合わせていきたいと思います。ぬかが 10% で 1.6kg、 ざらめが 5% ということで 800g です。入れました。塩が 4% で 640g です。国産の塩にこだわってみました。はい、それではこれを混ぜます。こんな感じで混ぜますね。はい、それではかき混ぜています。みかん、それからりんご、いろんなものを少々入れました。唐辛子ですね。あとね、くちなしの実だけは入っていません。くちなしの実は再度大根を入れながら調整していきます。というのはだんだんのごとにくちなしの実を入れていかないとちょっと黄色っぽくならないんですね。下にだけ置いといても下にしか黄色い液がないので、上の方にも置いておかないとなかなか黄色くなりません。そういう関係でだんだんごとにくちなしの実を入れていきます。はい、それではこれくちなしの実なんですが、くちなしの実の中を取り出しているところです。意外と硬いんですよね。この実の中身はしっかりと乾燥させてはあるんですが、こんな感じの実を取り出して、これを色として使います。硬いのでこれを砕きます。まだよく乾燥してないですね。もうちょっと乾燥していると粉のようになるんですが、ちょっと粉のようになりませんでした。もうちょっと乾燥が必要でしたね。意外と1週間ぐらいは干してたんですが、なかなか乾燥してません。ちょっとこの辺の色付きは薄いかもしれませんね。くちなしの効能としてはネットの方で調べてみてください。くちなしの効能もそれぞれあるようです。これをくちなしの実です。はい、続いて、今からたくあん漬けを進めていきます。まずそこに、引きます。こんな感じですね。はい、一番下にそこに引きます。続いて大根ですね。普通はここで回ったりするんですけど、私の場合はもうこのまま切っちゃいます。ここに切ってしっかりとここに詰めちゃいます。こんな感じですね。これ後で詰めます。はい、これ反対にしますね。こんな感じですね。反対にします。はい、さらにまたこういう感じで詰めちゃいます。こういうところはこういうのを詰めていきますね。はい、ぴったりですね。こんな感じで詰めます。交互に詰めていきますね。こういううまくこう入れるところはこんな感じでうまく丸めちゃいます。ちょっと入りませんね、これね。そういうのがあるので。こんな感じできっとちょうどいいのがありましたね。
でこの空いているところなんですが、この空いているところに先ほどの葉っぱを詰めます。ここですね、たくあんの葉っぱ、こういうところにしっかりと詰めていきます。隙間をないようにですね、上から圧力をかける関係で隙間はできるだけない方がいいんですね。はい、こんな感じですね。できるだけ平らの方がいいということですね。はい、こんな感じですね。こんな感じで葉っぱの出しも効くのかもしれません。はい、そしてここにこんな感じではい入れます。はい、そしてここにくちなしの実ですね。これをこう散らばし、くちなしの実ですね。これをこう散らばしていきます。これなんでこうなるかというと、やがてこれがたくあんの水分が、浸透圧の関係で出てきます。そうするとこのくちなしの実が色として広がってちょっと黄色っぽくなりますね。こんな感じでくちなしの実を入れます。はい、続いてまたどうしようかな、こんな感じですかね。はい、これは後で。こんな感じでとりあえず詰めていきます。はい、いいです。まだちょっとさ、最後はこんな感じで満酸っぱいにしました。残ったぬかや残ったものはすべてこの中に入れて、満杯にしました。はい、そして今度はここに蓋を入れます。こんな感じですね。こんな感じで蓋を入れます。そしてこの蓋に16キロの重さに対して約2倍ぐらいの重しを入れる。中には3倍入れるという人もいるんですが、2倍の重し、約30キロ、15キロの重しを2つ、30キロ入れます。そして、1、2週間様子を見ます。まあ普通早ければ1週間、もしくは2週間ぐらいで水が出てきます。水が出てきたら、今度は重しを1つ取って15キロにしていきたいと思います。こんな感じでやっていきます。では重しを持ってきます。米の重しがここに書いてありますね。20キロです。この1つの重しが20キロあります。1つの重しが20キロです。そしてもう一つの重りが15キロですね。合わせて、35キロの重りになります。35キロの重りになって、その後は水が出てきたならば上の重りを取ります。約1ヶ月ぐらいの、お正月には食べられればいいかなと思っています。美味しいたくあんが食べられると思います。本日のビデオ良かったなと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは See you again!